シチュエーションとしてはかなり怖かった。生々しい怖さよね。ちなみにこれ心霊系です。不可解すぎるもん全てが。これはガチのやつだってなって、どうすんのどうすんの。このまま閲覧注意だ。心臓弱い方はやめた方がいいかも。別世界というか異界というか、これは本当にダントツで1位かな。こんにちは。皆さんこんにちは。今回は車中泊で怖かったこといろいろあったんだけど、それをランキング形式で喋っていこうと。思い出したらいろいろあったんよ。そうそう、昨日ね昼飯食べながらどんなことあったっけっていっぱい出てきたから、これ動画にしてみようってことで、順位が低い方からカウントダウンして最後1位みたいな感じで発表していこうかね。 OK、よし、じゃあ行きましょう。第8位、深夜の輩。これは何ですか？多分 2,3 年前にキャラバンで四国に行った時だな。もともと九州にいてフェリーで四国に渡ってきた。熊本、長崎、で大分、国道フェリーで九州に行ったんだっけ？そう。九州じゃない、四国に行ったんだ。逆や、そのフェリーの路線が国道になっているっていう。大分の佐賀関から佐田岬だっけ？佐田岬、愛媛の佐田岬、長い岬に行ってフェリーがあって、それで愛媛に渡りました。無料のキャンプ場に行ったんだよね確か。夕飯終わって寝ようとしてたら始まったんですよ。ずんどこずんどこ。気づいたらもうなんか爆音が鳴り響き始めて、初めてでもちょっと聞こえてきてたよね。聞こえてきてた。なんかバーベキューか何かやってたのかな。バーベキューやりながら花火をぶっ放しながら爆音で音楽を流してた。10人ぐらいいたんかな。10人ぐらいいたんじゃない？ 10人ぐらいいたよね。車が 2,3 台、若い家族みたいな感じ、ちっちゃい子供が何人かいた気がする。まず近くでさ、やからが騒いでる時点でちょっと怖いじゃん。怖い。寝てる時に。そうだね。お酒入ってるとちょっとね分かんないもんね。そう。しかもその俺らとその人たちなぜかソロキャンしてる人がいたんだっけ？ソロキャンパーもいた。ソロキャンパーも人いた。バイクの人でしょ。ソロキャンパーの方がめっちゃ近くにいたの、そのやからの人。ソロキャンパーの隣で騒いでたよね。そう。俺らは駐車場に止まってて、なんかキャンプサイトみたいなところにソロキャンパーがいて、その一番奥にやからが騒いでたんですね。鉄のメンタルだったんかな、ソロキャンパー。対岸の集落まで響いてるんじゃないかぐらいの爆音だった。海子は耳栓して先に寝てたんだよ。寝てた。移動してきたんだよ。そのソロキャンパーの人に何か言われたのか知らんけど、その向こうの方から俺らの車の駐車スペースの3台隣ぐらいに 2,3 台の車が集まってきて、音楽はそこの時は止まってたんだけど花火してたんだよね、ワイワイしながら。それうるさかったね。私そのすぐ隣に来たの知らんかったもん。うわうるさいなと思って寝れなくて俺ちょっと我慢できなくなって、じゃ言いに行ったんだよね。すいませんけど静かにしてもらえませんかって言いに行った。で一応何かあった時のために下向きで分かんないように動画回しながら行ったら、なんかやられてもそれさ証拠になるじゃん。そういうのはすいません今から寝るんですけど静かにしてもらえませんか？すいません。お願いします。結果的には良かった。すいませんっつって。よかったよね。なんか素直に普通に、多分そもそも悪い人じゃなくて楽しくてちょっと音が大きくなっちゃっただけの人たちだったってことだと思う。集団の中に一人でさ静かにしてくださいって言いに行くの結構勇気がいった。絶対できないそれ。ちょっとしたことでもものすごく怒る人とか粘着質の人とかいるじゃん。逆上してきたり。そうそうそう。そのリスクはあったよね。あったよね。どんな人か分かんなかった、結果は良かった、ただシチュエーションとしてはかなり怖かった。7位以降、7位ドアが凍って閉まらない北海道ですねこれはね。ボンゴで北海道に行った時だ。知床と根室の間らへんの。そうそう、めっちゃ焦ったよあれ。冬だったよね。冬の北海道で真冬だよ。真冬で気温が多分マイナス10度からマイナス20度の間ぐらいの。ガチャっていかずに、バコンみたいな感じでこう跳ね返って。あれは焦った。これから旅続けるのに無理じゃんってなって。そうなんかね、業者を一回探そうとしたんだよね。夜だったよね。これ旅終了かなとか思ったよね。思ったドア閉まんないまま。てか走るのも危なくない？夜さ止まってる時にさドア開きっぱなで寝るとか怖すぎるやん。それ投資に直結するからね、このままなんかどっか宿取って
日は過ごすのかなとかちょっと想像しちゃったよね。そうそう、宿も考えた、ドア開けっぱなし、まず北海道寒いから投資リスクで、防犯リスク、どうなったんだっけあれ。結局あれは何回もトライして最後に閉まったんよ。で閉まって、よしもう二度と開けないって言って、でそのまま過ごしてて、その後も何回か閉まりづらいことがあったけど、なんとか頑張って閉めて、こっちに帰ってきたら治った。多分寒くて金具がこうちゃんと動かなくなってたんじゃないかな、凍ったりして。部品がなんか寒さでやられたんだろうね。解決策をコメントいただいてて、CRC とか潤滑油を吹いとくといいって、ドアの金具のところに。そうすると凍らないって。前もってね、そう凍る前に拭いといて。そうだからそれ以来冬の寒いところ行くときは CRC を俺車に積むようにしてるんだ。これめっちゃいい情報やん。で出発前に拭いとく、ドアの金具のところに。これめっちゃ大事ですよ。北海道今あったかいけど、冬場に北海道にお出かけの方は、寒さ関係だとそれ以外にもドア以外にもいろいろあったなと思って。ホワイトアウトで真っ白になった時も結構運転怖かったよ。ホワイトアウトは怖かった。何回かあったんだよね。稚内に向かってる途中、ボンゴで登ってってる時に、あれ到着してすぐ北上した時、小樽にフェリーで着いて北上してる時か、吹雪だったよね、あの時。そう、吹雪で真っ白になって、どこ走ってるかちょっと分かんないみたいな。俺が覚えてるのはキャラバンで高速走ってる時、ビバイ通過してビバイとか言ってる時に言ってた。ホワイトアウトだった、あの時。ふざけてる場合じゃなかった、完全に真っ白で見えなくなった瞬間はあった、ただそれを動画にしてたら北海道の人からこんなもんはホワイトアウトじゃないみたいなこと言われたけどね、もっとすごいホワイトアウトがあるのかもしれない。もっとすごいホワイトアウト、まあ確かに北海道住んでる人はいろいろ経験してるだろう。多分ね、ホワイトアウトにもねいろんなレベルがあって、ね、低レベルのあれホワイトアウトだったけど面食らったよね、あの時。序の口、いやそれでも本当に怖いよね、あれで運転するの。怖い。だって何も見えなくなったからね、車線とか見えなくなるからね、周りの壁とかね。そう、合ってるかわかんない。6位、バッテリーゼロ。これは何ですか？これはサブバッテリーが残量がなくなって車内の電気が全く使えなくなったってことだね。メインの方の車のバッテリーじゃなくてサブバッテリーの方。サブバッテリーが、最近は全然そういうのないんだけど、初期のサブバッテリー、鉛のバッテリー使ってる時に何回かあったよ。鉛だったよ初期、思い出せば。屋根にソーラーパネルついてて、走行充電もつけてたんだけど、容量がその時確かそれでも200アンペアは積んでたはずなんだよ、俺が一番覚えてるのはヘダで釣りしながら車中泊してる時に、なんか飯を作ってる時にパンって急に全てが止まったんだよみたいな、で真っ暗になってどうしようみたいになって、その時は電池式のライトとかで携帯の明かりとかでしのいだよ、ご飯もほぼできてたかなんかで、そうどうにかなったんや。どうにかなった。怖いっちゃ怖かったね、いきなりパンって暗くなるから、ってなって、水道も使えない、照明もつかないし、どうすんのみたいな。で多分寝て翌日もバッテリーがなくて、ソーラーパネルがついてたから、ソーラー充電である程度たまるまで待ったんだよね、でその翌朝に俺釣りして、確かスマガツオを釣って全ての憂いが吹っ飛んだんだよね。全て忘れた。そう、あの時でスマガツオっつったら、スマガツオから小さいなんか小魚が幻のカツオ釣って。5位、鴨川でトントン。これ俺そんなに覚えてないんだよね。覚えてない？動画にしてたかどうかちょっと私も定かでない。もうとにかくすんごい前にキャラバンでサーフィンのためにマルキの駐車場でしょ。そうマルキの駐車場にいました。で翌朝サーフィンするつもりで夕ご飯食べてました。いきなりコンコンって最初聞き間違いかと思ったんや。それでってなってたら、またコンコンってもうちょっと大きく来て、もう夜だからさ、窓からちょっと覗いても真っ暗でよくわからんのよ。それで何ってなって、ドア開けるのめっちゃ怖かったんや。仕方ないから開けたら、すいません工事するんで車動かしてもらえませんかみたいな。
で、ああよかったーってなった。ドアコンコンは一番怖いかもしれない。インターホンとかないからね。そうそうそうガチャって「はいはい」とか佐川できないから急便ですみたいな、そういうの分かればいいじゃん、うんあ荷物なんですねみたいな。でも車の場合コンコンって何の用か分かんないから、その時はまあそういう理由でホッとした。じゃあ4位、寝てる間に雪に埋もれた。死のリスクがあるやつだね。リアルにね、笑い事じゃないんだけど2回ぐらい奥只見であやられったんじゃない？てる。うん奥只見ぐらいだよね。でも逆に言えば埋もれたのって、あそこ雪おかしいもんね積もり方がすごいもんほんと。ボンゴで1回、もう90センチぐらい詰まったよ。エブリーで1回、うんで一晩で1メートルぐらい積もるんだよね、あそこ。信じられない。で1メートルっていうともうタイヤが完全に埋もれるぐらいまでいっちゃう。うんそういう状況でもしエンジンかけて暖房とか入れたまま寝てたら、マフラーより上まで雪が積もるわけじゃん。確実にガスが逆流して排ガス車内に入ってきて一酸化炭素中毒。まあ、例えば FF ヒーターをつけていたりしても同じことが FF ヒーターつけっぱでも起こりうるよね、うん私たちはその降りそうな時は FF ヒーターとかでも切って寝てるかそう寝てるよね。だからそう俺らは何もつけないで寝ちゃうから、そこの点は大丈夫だった。うんただあまりにも雪が積もりまくってたから、うん下手したらもうドアをもう開けられずないぐらいまで閉じ込められる可能性はあったよね。あるよ本当。あブルちゃんのご飯予報でも降るっていうのは分かってたから、う警戒はしてたのよ俺。してたそうで遅めに寝て早めに起きるっていう、結構早めに目覚ましかけたりするよね。そう寝る前にそのドアの周りは雪吐いといてうん早めに起きてチェックする、うんうんそれでもタイヤぐらいまで積もってたからね。ギリギリ開けられたドアを、スライドドアで達夫がちょっと道を作って道作って、でまた寝てみたいな。そう FF ヒーターのこの排気を確保してヒーターをつけて寝る、なんだろう、備えは必要だよね。そういう行動の計画的な早めに起きてチェックをするとかね、豪雪地帯に行く時はね、必要。雪楽しいけどその分なんだろう注意点もあるよね。そう予報でね降るって分かっててもそう予想を超えてくるから自然。全然あるよね。うんこんなに降るのみたいな時めっちゃあった。ある何回もある。想定の2倍ぐらいの積雪とかまでは想定した方がいい、そうかも。想定外を想定した方がいい。雪の中で車中泊するの好きで行ってるんだよ。そうあれなんですけど、なんかやっぱさ雪の中で車中泊するとそのホテルとかと違ってなんだろう自然がより近いっていうのも魅力だし、楽しいよね。楽しい。ちょっと怖いけど、ちょっと怖い。怖さ半分、楽しさマックスみたいな。ドキドキ感はある。3位鬼の首。オオサンショウウオがいたところだよね。能登半島とか行った後で、岐阜に行ったんだよな確か。岐阜、そうちょっとマジ知らない。キャラバン時代藁だっけな。わらオオサンショウウオがいる川の近く、郡上っていう水が清らかなところのちょっと北の方かな確か。めちゃくちゃ清かったねあの辺は。清いところ、道の駅があって釣ったサボシをここで食べて寝てたんだよ。寝てたんだ。道の駅でキャラバンで。そしたら急に一酸化炭素警報器がベベベベベって夜中になって、うわ何ってなって飛び起きたよね。ちなみにこれ心霊系です。この第3位不可解すぎるもん全てが。一酸化炭素警報器が2回ぐらいなんなかったっけ。寝る前に1回鳴ってで寝てる時にもなったんだっけ。確かそんな感じ。そんな感じ。2回ぐらい鳴ったんよ。今まで一度も鳴ったことのない一酸化炭素警報器がうるさいよねあれね。ほんとうるさくて、しかも夜中でいきなりだから心臓止まるかと思うよ。ほんと心臓に悪いよね。飛び起きてさ、ガスも何も使ってないし、FF ヒーターも使ってません。で後にも先にもあん時だけだよ勝手に一酸化炭素警報器が鳴ったの。止めたんよ私。止めた時使った片栗粉がなんか知らんけど一酸化炭素警報器になんかぶっかかってたんだよ。それ片栗粉警報器やんそんな。一酸化炭素警報器が片栗粉でさ反応しちゃダメでしょ。まあそっか。いやだけどそれでなんだろうの不具合みたいになっちゃってなったのかななん
実はとあるものを発見していて、なんか案内看板みたいのがあったんよ。それに鬼の首っていうやつの案内があったので、その地に伝わるなんか伝説で鬼を打ち倒してそれを祀ってるか何か、ちょっとうろ覚えであれなんだけど、伝承的な話で、実際にその鬼の首と言われるなんかミイラみたいなやつが、その寺か神社かなんかに祀ってあるところがあるんよ。でそのことが看板に書いてあったと。それはいで怖かったよね、あの看板ね。鬼のなんか鬼の首みたいなの写真が看板にドカーンってあって、しかもそれ結構車の目の前にあったんだよよく見たら車の目の前絶対この鬼の首のせいでなったんやとか言い出して、いやそれはそこで俺ね分かっちゃったよね、うん、鬼の首にいたずらされたんだよ、一坂タス警報器が。私の考えでは討伐したその首を祀ることによって鬼を成仏させたって思うんだよ。だからところがどっこいじゃん成仏してなかったの？してない。ちょっとまだムカついてる。鬼がね、そう鬼が成敗されたことに対してちょっとまだムカついてて、ちょいちょい回出してくる人間。それでちょっとまだ実はまだ続きがあって、私ちょっと鬼の首見たかったんよ。寺か神社かなんかも近かったから「お行こう行こう」とか言って「一つはもう俺は絶対見ない」とか言って、で一人で私寺に入ってったら休館日だった。普段は見れるの？あれ見れるんだよ、鬼の首を。そう鬼の首見れるんだよ。めっちゃ見たいじゃん。鬼の首が。まあ、次行く機会があったらちょっと鬼の首見たいなと思って。俺は見ない。そう見ないって言って、その壮絶な嫌がらせしてくるものって見やがってみたいな。多分電話かけてくる、その次は。それだったらさ、住職の人とか毎日嫌がらせされてんじゃんちなみにその後オーサンショーは見れたね。そう奇跡起きた。オーサンショーがなんか流されてたの川から、フラーンフラーンとか言って、だから鬼いいやつかもしんないよ。オーサンショーを見せてくれた。それは別に鬼のおかげじゃない、俺らが第2位、命の危機。記憶に新しい、これ2つあるよね。新しい方から言うと、エブリーで北海道に行った時、冬の北海道ね。あ、そうそう、ちなみに冬、インター、そこに入る前のカーブで乾燥路面まっすぐ行って、そのカーブのところが日陰になって、そこがアイスバーになってたんだよね。もうほんとそこだけそうアイスバーンみたいな感じだった。今俺はもっとスピードを落として警戒していくべきだったんだけど、その先がね上り坂だったから、前段階からちょっとアクセル踏み気味で行っちゃったよ。こうグワーンって登っていくぜっていうイメージね。カーブのところでもう滑ってこうキーンってやってでハンドル切ってキーンっていったら、目の前から大型トレーラーが来てってこう反対車線にはみ出して、もうトラックと正面ぐらいまで来た鮮明に覚えてる、あやばい死んだってなった。今この話してて鮮明に思い出せる、あのシーン。無意識だろうけど、こうハンドルまた切って、かわして切ってもなんかすぐに曲がらなくて、時間が曲がる、時間差でスルってちょっと滑りながら曲がる、それがまた超怖い。俺さハンドル持ってたからあれ必死でやってたけど、海子はさもう横でこうもう座って見てたらね、それもまた感覚違うだろうね。よく冷静にハンドル操作とかできたなって思った。海子はさよく何も無言で座ってたよな。声出ないよ。死んでもおかしくない状況だった。口で説明するより見てもらった方がいいから、ちょっとあの時の映像出そうか。閲覧注意だけど、閲覧注意です、心臓弱い方はやめた方がいいかも。これあれ車中泊の恐怖というより雪国の運転の恐怖だよ。それだ。反面教師にして皆さんも気をつけて運転してほしいなっていうことで、死んでもおかしくなかった、正直あの時。大げさじゃなく今生きてるのが奇跡。もう奇跡的に車も傷つかずに危なかった。怖かったよ本当に。命の危機っていう話で言うと一番かな。一番そう、三途の川の手前ぐらいまで行ったね。でもう一個あって、もう一個ね、それ並みのやばいやつあって、龍飛崎に龍飛崎っていうのは青森の左の端の北端の岬ね。軽い気持ちで行ったの。もうほんとここまで来たらちょっと行ってみたいみたいな気持ちもあったし、真冬ね。これもまた真冬です、猛吹雪だった。階段国道はもう雪に埋もれてて、国道なんだけど、階段になっていると、徒歩でしか行けないというとこ
ころで、まあ、珍しいところがあったんだよね。そうそう、それでまあ見て、あ、こう埋もれてるわとか言って、じゃあちょっとその先まで行ってみようかって言ったら、それがもう全ての始まりで、全ての階段国道からもう先はもうとんでもない下り急坂で、そう、なんかちょっと道がなんか怪しいなっていう感じはあって、凍って滑るんじゃないかっていう心配があって、あったからこう足でこう地面踏んでみたりをとかね。確かめながら車を置いて偵察行ったね、俺がね、歩いてね 100m ぐらい、うん、ですごい悩んだんだけど、道は凍ってるんだけど、こう凍ってる上両端に雪が乗ってて、うん、その辺端っこの方だったら滑らなそうだなっていう感じはあった。うんうん、でスタッドレス履いてるし、キャラバン肉だけど LSD っていうの、リミテッドステップスリップデフっていうのをつけた後だったから、ちょっとね、ちょっと過信してたから、あれをツーって滑ったりしながらこう前に進んでた、ゆっくり。うわ、滑ってる滑ってる、怖い怖いってなって、でもちょっと進み始めたから行くしかないみたいな状況で、やっぱ真ん中の方滑るから右の方に寄らないかんってなって寄ったらガタン、前輪が溝に落ちた前輪がはまったんじゃないだったよね。どうにも抜け出せないみたいな状況になって、これもまた怒られると思うんだけど、うん、自衛隊の自衛隊基地があって歩いて行けるところだったから、ちょっととことか歩いてって助けてくださいって言ったんよ。インターホンをした、もう誰もいないかもとかも思いつつ、集落もないしな、うん、そしたら自衛隊さんがなんか助けてくれたんよね。もう屈強の男たちが 3,4 人ぐらい3、4人ぐらい出てきてくれて、大丈夫ですかみたいな感じでスタックラダーとか持ってきてくれて、そうで押したり持ち上げたりしてくれたんだけど、その時の反動で後輪もはまっちゃったの。後輪もはまっちゃっこう滑てどうしようもないってなって、しかも猛吹雪だって、その時ブワーってとんでもない風が吹いてる。風速10メートル以上、20メートルぐらいあったかも。風やばかったよね。風やばかった。車の外出たらもうブオーみたいな感じで、立ってられないみたいな感じで、車が右の車輪2個ともはまってる状態で、こう揺れるんよね、風で揺れる。あ、それがまた怖くて、で自衛隊さんとはそこでお別れしてありがとうございましたって言って、JAF がダメだったんじゃん確か。それで保険のロードサービス使ったんじゃないっけ。そうなんか JAF がダメで、そう JAF ダメだったな、あの時。なぜかなんかその場所は対象外偏僻すぎて行けませんみたいな。そうこれ積んだって思ったけど、ロードサービス使えるかなと思って電話したらなんか対応してくれたんだよね。でその待ってる間さ、もう私すごい怖くて、車がもう走らなくなっていたりしたらどうしようみたいな。それ俺も思った、もう来年の春まで車ここに置いて自分たちだけ帰るのかなとか想像がした。あ、そうそこまで考えたよね。保険のロードサービスが来てくれて、パジェロが来てくれたんだ。パジェロが来てくれて、そう救出シーンは動画にはしてないけど、必死すぎてもどんな感じだったかっていうと、木の板を溝のタイヤの下にぶち込んで、ちょっと斜めにして道路側に端っこ出したの、その状態で牽引ロープでガンって引っ張ってもらったよね、そしたらね、一発で出たの、ガンって。で急坂だから出たらすぐにブレーキ踏んでねって言われてて、で踏んで無事に止まれて、両輪ともねそれで脱出できたよ。一発で出た。一発でね。いや、その坂道なのも怖かったよね、駒がぶつかったらと。そう滑って前のパジェロに追突するんじゃないかってちょっと怖かったけど、でそれだけで終わんなかったんだよ。ちなみに続きある。ちなみにそれ以来俺ら溝恐怖症に陥っていて、溝を見たらもうあの日の恐怖がね蘇るからさ、トラウマで、そのタッピ崎の道がさ降り切るじゃん。頑張ってこう、その後も多分滑りながらね降り切ったね。そう、ちょっと滑りながら、ちょいちょい滑りながらね、ほんと怖い。でパジェロの救出してくれた方は先にそのまま先に行ってもらって、で俺ら降りたところで一旦落ち着こうって思って、なんか駐車場があったから、もう坂降り切ったところの駐車場で落ち着いて考えてたよ、今後のこと。もうちょっとメンタルがさやばかったから、一旦落ち着きたかったよね、っていう時にパジェロの人戻ってきて、この先も結構急な坂だから引っ張りましょうかって言ってくれたんだよね。あれマジで助かったよね。いや、あれなかったら私らまた積んでたよ。天才パジェロのあの人の救われたよね、あの時ね。本当にあれなかっ
たらと思うと本当にもう怖い。こういう道になってたね。またねこういうカーブしながら登る、しかも結構な急坂みたいな、絶対無理や。急坂をこう登っていって、結局元の道に戻るっていうね。そうなんだよ。ただのぐるって回るだけの道だった回るだけね。のもうあれだけの道をさ、そう何やってんだよみたいなね。あ、じゃあお願いしますって言って、うんケインロープつないだままゆっくり一緒に登ってって、うんでその時も結構怖かったのがさ、この登りながらさ、こうキャラバンちょいちょい滑ってるじゃん。ズザズザズズみたいな。だからあれキャラバン単体だったら絶対登れなかったってこと終わってる本当に。多分こうケツ振って登れなくなってどっか横に落ちたりしてたかもね、下がってったりね、そうそう空回りして。パジローの方には本当に感謝しかない。本当に感謝しかないです。引っ張りましょうかっていうのがなかったらあの場にとどまるしかなかったなかからったね。もうこの先行けない、春までここで写真そうサバイバル生活ですみたいな。そう急な坂登り切った後でうんやっと助かったってなって、うんそこからまた次のそのまま旅続けることができた。その時は最後落ち着いた後でさ、うん外出て歩いてみたじゃん。うん体吹っ飛びそうなぐらいの爆風だったよね。とんでもねえ爆風だったんだよ吹雪でちなみに。気軽に行かない方がいい、冬の達筆先は。そうですね、もう覚悟の上で。手前のレストランとかホテルがあるぐらいまでは大丈夫。あそこまでは大丈夫。うん。あの先階段は国道までは行かない方がいい、冬は。本当にあの先はなんだろう、別世界というか異界というか。一回絶対やめた方がいい。夏行きたいね。夏に行こう夏行こっか。夏行こうか今。年ちょっと夏の達筆酒で思エンい出をジョイ上書きしようね。溝の恐怖を上書き。四駆でよくでね、階段国道も多分埋もれてない階段国道もそしたら見れるし。そうそうそう、結局階段国道埋もれてて行けなかったんでしょ。埋もれててどうせ歩けないしみたいな。そうしよそうしよう。後をつけられた。後をつけられた。殴る。う。後をつけられたぐる話、いで。一番怖かった話だからこれは。これは本当にダントツで1位かな。いろんなとこ行ってると話しかけられたり、そう見てくださってるいつも見て方ます。とそうお会いして話してくださってめちゃくちゃ嬉しい。俺ら普通にありがとうございますって言ってちょっと話したり、釣りしてる時だったら釣りの話とかも情報聞いたりもしたりするんだけど、話しかけてくれるのはすごい嬉しい、楽嬉しいしありがたいなって。その日も話しかけてくださった方がいて、撮影してた時に話しかけてきてくれて、いつも見てますって言ってくれて、内装ちょっと見ていいですかとか、そういう感じのね、そうそう普通にやり取りなんだろうがあって、和やかに視聴者さんとね、そうめっちゃいい方でちょっと楽しくお話をして、じゃあありがとうございました、これからもよろしくお願いしますみたいな感じで別れたんだけど、その後だよね。その後全く気づいてなかったの実は。助手席に海が座ってそうて、助手席に私座って俺が運て、転してて、家の方に帰りつつ途中でどっか寄ってご飯でも食べるかなっていう家の方に向かってってる時に俺は気づいたんよ。一本道じゃなくて曲がったり右折したり左折したりするんだけど、ずーっとついてくるのよ車が。いやそれ私言われるまで気づかなくて、ねえこれ後ろついてきてるんやけどって言われて、私さーってなったよ。もう血の気引いて、ついてきてるって思って後ろ見たらあの車がいて、そう視聴者さんの車本当だいるってか、そもそあれはも怖かったね。そもそもよ。じゃあありがとうございましたって言って、その後私たちさ片付けてで出発準備してで行きますっていう、ちょっとしばらく時間が経ってからその場を離れたんだけど、ちょっと想像だけどね、そこで待ってて、で私たちがその駐車場をこう出て行ったところで後ろからこう多分来てこう。それを想像するとちょっとちょっ怖い。と怖い。でなんかその人たち自体はすごいいい人だった。だから危害を加えようとしてついてきたわけじゃないっていうのは分かってる。だけどそれがたまたま目的地が一緒だったかまあ十中八九ないと思うけどね俺。あの曲がり具合で俺行ったからね。結構分岐あったよね。であまりにもついてくるから俺も怖くなって、これちょっと右に曲がるけどついてくるかなっつって曲がってる。ついてくる。ついてきた。じゃあ次左についてきたってなって、これはガチのやつだってなって、どうすんのこのまま家に行くのはまずいなってどこまでついてくるつもりなのか、なんでついてきてるのかどちらもわからない。たまたま目的地が一緒だったもう私たちが考えすぎだったのかもしれないよ。その可能性はまだゼロじゃない。その可能性はゼロじゃない。結構後ろベタ付けでついてきたから、もうすぐ真後ろね、ちなみにそれで本当に怖くなっちゃって、店入ってみようねって言って入っ
ってどうなるかって後ろ見てたら入ってこなかったね、そこで。だからそこでお別れになった。この話するの初めてだよね。初めて。あのまま家に帰ってたら家まで来てたかと思うと怖いよね。怖い。結構これはあれだよね、命の危険というよりなんか生々しい怖さだよね。そうだね、なんか他の YouTuber さんでちょっと付きまとわれましたみたいなエピソードも車中泊してたら、その車の中外から覗かれて、出発したらずっとその1日ずっと付きまとわれたって。いろいろ怖いことあったけどこれは一番でいいでしょう。一番ちょっと記憶に残る怖さ、タップ崎の溝も結構トラウマ級だけど、この別次元のトラウマ級だよね。そうだね、メンタル的に本当気をつけなきゃなって思った。この中でどれが一番怖かったかとか、逆に車中泊とか旅してる中で怖かった経験とかあったらぜひコメントで教えてください。教えてください。そしたらありがとうございました。ありがとうございました。